今日は、まるで SF 映画のような不思議な現象、量子テレポーテーションについてお話しします。この動画を最後まで見ていただくと、私たちの常識を覆すような量子の世界で、どうやって物質の状態を瞬時に転送できるのかがわかります。まるでドラえもんのどこでもドアのような話なのですが、実は現代の科学技術で実現可能なんです。量子テレポーテーションは、2024年現在、世界中の研究機関で急速な進歩を遂げています。例えば、日本の研究チームは、わずか 0.001 秒で 99.9% の精度で量子状態を転送することに成功しました。これは、まるでスマートフォンの写真を送る時のように手軽に、量子の状態を送れる時代が近づいているということなんです。皆さん、携帯電話やスマートフォンで、写真や動画を送ったことがありますよね。でも、それは実際のものを送っているわけではなく、データとして送っています。では、物質そのものの状態を送ることは可能なのでしょうか？実は、量子力学の世界では、ある特殊な方法を使えば、物質の状態を離れた場所に転送することができます。私たちの住む世界は、実はとても不思議な法則で動いています。例えば、皆さんはシュレーディンガーの猫という思考実験を聞いたことがありますか？箱の中の猫が生きているのか死んでいるのか、箱を開けるまでは両方の状態が同時に存在するという、私たちの常識では考えられないような現象です。量子テレポーテーションも、これと同じように、私たちの常識を超えた現象です。これが量子テレポーテーションです。ただし、テレビドラマのスタートレックに出てくるようなテレポーテーションとは少し違います。実は、量子テレポーテーションの研究は、私たちの身近なところでも応用が始まっています。例えば、スマートフォンのセキュリティ機能、最新の機種には、量子暗号通信の原理を応用したセキュリティシステムが搭載され始めているんです。これは、量子の性質を利用して、絶対に解読できない暗号を作り出す技術です。このように、量子テレポーテーションは、SF 映画の世界の話ではなく、すでに私たちの生活に少しずつ入り始めている技術です。その仕組みを理解するために、まず量子もつれという不思議な現象についてお話ししましょう。実は、このような量子の不思議な性質は、アインシュタインやボーア、ハイゼンベルグといった20世紀の偉大な物理学者たちを悩ませ続けた謎でもあります。今でこそ私たちは量子もつれを技術として活用できるようになってきましたが、その発見当時はそんなことはありえないと考えられていました。量子の世界では、私たちの常識は全く通用しません。例えば、一つの粒子が同時に二つの場所に存在したり、遠く離れた粒子同士が瞬時に影響し合ったりします。これは、まるでテレパシーのように見えますが、れっきとした科学的な現象です。量子もつれは、二つの粒子が特殊な方法で結びついている状態のことです。例えば、皆さんは赤い靴下と青い靴下をペアにして、それぞれ別の引き出しにしまったことがあるでしょう。片方の引き出しを開けて赤い靴下を見つけたら、もう片方の引き出しには必ず青い靴下があることがわかりますよね。でも、これはまだわかりやすい例えです。もっと不思議な例を考えてみましょう。想像してください。魔法のコインを2つ用意して、1つを東京に、もう1つをニューヨークに置きます。このコインは、表と裏が同時に存在する特殊なコインです。東京のコインを見るまで、どちらの面が上を向いているかは決まっていません。でも、東京のコインを見た瞬間、ニューヨークのコインの面も自動的に決まってしまうんです。しかも、この2つのコインの間には、物理的なつながりは全くありません。このような現象を、物理学者たちは量子もつれと呼んでいます。量子もつれは、これに少し似ているのですが、もっとずっと不思議な性質を持っています。量子もつれをより身近に理解するために、もう一つ例を考えてみましょう。想像してください。離れた場所にいる双子の姉妹が、同時にプレゼントの箱を開けるとします。箱の中には、必ず一方が白いボール、もう一方が黒いボールが入っています。でも、開けるまでどちらが白と黒のボールを持っているかは決まっていません。姉が箱を開けて白いボールを見つけた瞬間、遠く離れた妹の箱には必ず黒いボールが入っていることが確定するんです。これが普通の物理現象だと、光の速さよりも速く情報が伝わることはないはずです。例えば、姉が箱を開けた情報が妹に届くまでには、少なくとも光が進む時間がかかるはずです。でも、量子もつれの場合は、この常識が通用しません。靴下の例では、最初から赤と青が決まっていましたが、量子もつれの場合は、
測定するまでどちらの状態なのかが決まっていないんです。しかも、片方を測定すると、離れた場所にあるもう片方の状態が瞬時に決まってしまいます。これは、アインシュタインでさえも不気味な遠隔作用と呼んで、理解に苦しんだ現象です。面白いことに、2024年の最新研究では、この不気味な遠隔作用を利用して、より安全な通信システムを作る試みが進んでいます。例えば、量子もつれを使った新しい暗号通信システムでは、誰かが盗聴しようとしただけで通信が壊れてしまうため、完全に安全な通信が可能になります。これは、まるで魔法のような仕組みに聞こえますが、実は量子力学の基本法則に基づいた現象です。アインシュタインが不思議がった現象が、今では私たちの生活を守る技術として活用されようとしています。でも、この不思議な性質を利用することで、量子テレポーテーションが可能になります。では、具体的にどうやって量子テレポーテーションを行うのでしょうか。例えば、東京とニューヨークにある研究所で実験を行うとします。まず、両方の研究所で量子もつれした粒子のペアを共有します。これは、まるで2つの研究所の間に見えない糸で結ばれた特別な粒子のペアがあるようなものです。そして、東京の研究所で転送したい量子状態、例えば、特定の方向に回転している電子のスピンを用意します。この状態を、すでに持っている量子もつれした粒子と組み合わせて特殊な測定を行います。この測定方法をベル測定と呼びます。ベル測定を行うと、測定結果として4つの可能性のうちの1つが得られます。この結果を、普通の通信手段、電話やインターネットなどを使ってニューヨークの研究所に伝えます。ニューヨークの研究所では、この情報に基づいて、自分たちが持っている量子もつれした粒子に特定の操作を行います。すると、驚くべきことに、ニューヨークの研究所の粒子は、もともと東京にあった粒子と全く同じ状態になるんです。これは、まるで魔法のように見えますが、実は量子力学の法則に基づいた科学的な現象です。最近では、中国の研究チームが人工衛星を使って、1200km 以上離れた場所との間で、量子テレポーテーションの実験に成功しています。これは、将来の量子インターネットの実現に向けた大きな一歩となりました。ここで気をつけていただきたいのは、このテレポーテーションは物体そのものを転送するわけではないということです。転送されるのは状態だけです。例えるなら、ケーキのレシピを送るようなものです。レシピを送れば、離れた場所でも同じケーキを作ることができますが、ケーキそのものが移動するわけではありません。また、量子テレポーテーションには面白い制限があります。それは量子複製禁止定理と呼ばれるものです。簡単に言うと、量子の状態を完璧にコピーすることはできないという法則です。だから、元の状態は測定した時点で失われてしまいます。これは、自然界の深い法則です。でも、なぜこんな複雑な方法を使う必要があるのでしょうか。それは、量子状態がとても繊細だからです。普通に運ぼうとすると、周りの環境の影響で簡単に壊れてしまいます。量子テレポーテーションは、この問題を解決する画期的な方法です。量子テレポーテーションの応用範囲は、とても広いんです。例えば、将来の量子コンピュータ同士を結ぶ量子インターネットや、絶対に盗聴されない暗号通信などへの活用が期待されています。すでに、オーストリアのウィーンでは銀行の送金に量子暗号通信が実用化されています。また、量子テレポーテーションの研究は、私たちの住む宇宙の根本的な性質を理解することにも役立っています。アインシュタインの相対性理論では、光速より早く情報を伝えることはできないとされています。量子テレポーテーションでも、測定結果を伝えるために古典的な通信が必要なので、この原理は守られています。しかし、量子もつれ自体は、距離に関係なく瞬時に影響し合うという不思議な性質を持っています。これは、私たちの住む宇宙がローカルな因果関係だけでは説明できない、もっと深い結びつきを持っているということを示唆しているのかもしれません。現在、世界中の研究機関で量子テレポーテーションの研究が進められています。2024年には、Google のクオンタム AI 研究チームが画期的な成果を発表しました。彼らは、量子もつれを使って、より安定した量子状態の転送に成功しました。これは、まるで不安定な砂の城を、一粒も崩さずに別の場所に移動させるようなものです。この研究では、エラー訂正という技術も使われています。簡単に言うと、データを送るときに間違いが起きても、
自動的に修正できる仕組みです。皆さんのスマートフォンで文字入力する時の予測変換機能に少し似ていますが、量子の世界ではもっと複雑な仕組みが必要になります。例えば、デンマークのコペンハーゲン大学では、光子、光の粒子を使った量子テレポーテーションの実験に成功しました。また、アメリカのイェール大学では、固体中の電子の状態を使った実験も行われています。日本でも、東京大学や理化学研究所などで、量子テレポーテーションの研究が活発に行われています。特に、ダイヤモンド中の血管を利用した量子メモリの開発や、光ファイバーを使った長距離量子通信の研究で、世界をリードする成果を上げています。さらに興味深いことに、量子テレポーテーションは生命科学の分野でも注目を集めています。例えば、光合成を行う植物の中で、光を捉える分子複合体が量子もつれを利用しているという証拠が見つかっています。自然界は、すでに量子力学の不思議な性質を巧みに利用していたのかもしれません。量子テレポーテーションの研究は、私たちの技術にも大きな影響を与えています。例えば、量子センサーの開発です。量子もつれを利用することで、従来のセンサーよりもはるかに高感度な測定が可能になります。これは、医療機器や地下資源の探査、さらには重力波の検出にも応用できる技術です。面白いことに、量子テレポーテーションの原理は、私たちの脳の働きを理解する手がかりにもなるかもしれません。実は、私たちの脳の中でも量子効果が働いているかもしれないという研究が進んでいます。例えば、鳥が地球の磁場を感じて方角を判断する能力。これは、目の中の特殊なタンパク質が量子効果を利用している可能性が高いのです。人間の脳にも似たような仕組みがあるかもしれません。脳の中のミクロチューブルという構造体でも、量子効果が働いているという仮説があります。これは、私たちの意識や創造性が、実は量子の世界と深く結びついているかもしれないということを示唆しています。まるで、私たちの頭の中に小さな量子コンピュータが存在するようなものですね。最近の研究では、脳の中のニューロン、神経細胞が量子的な効果を利用している可能性が指摘されています。これが事実だとすれば、人間の意識や記憶のメカニズムを解明する新しい手がかりになるかもしれません。また、宇宙空間での応用も期待されています。NASA や ESA、ヨーロッパ宇宙機関では、人工衛星を使った量子通信ネットワークの構築を計画しています。これが実現すれば、地球規模の量子インターネットが可能になるかもしれません。量子テレポーテーションの技術は、私たちの未来をどのように変えていくのでしょうか。例えば、量子コンピュータ同士を量子テレポーテーションで結ぶことで、超高速の分散計算が可能になります。これは、気候変動の予測や新薬の開発、暗号の解読など、様々な分野で革新的な進歩をもたらすでしょう。また、量子テレポーテーションを使った暗号通信は、現在のインターネットの安全性を大きく向上させることができます。これは、現実世界でどのように役立つのでしょうか。例えば、オンラインバンキングを使う時のことを考えてみましょう。現在の暗号技術は、とても複雑な数学的な計算を使って情報を守っています。でも、将来的に量子コンピュータが発達すると、この暗号が簡単に解読されてしまう可能性があります。そこで登場するのが、量子暗号通信です。量子もつれを使うと、誰かが通信を盗み見ようとしただけで、その情報が壊れてしまいます。これは、宝物を運ぶ箱に特殊な仕掛けを施して、誰かが開けようとしただけで中身が消えてしまうような仕組みです。実際に、スイスのジュネーブでは、2024年から量子暗号通信を使った選挙システムの実験が始まっています。量子もつれの性質を利用すると、盗聴しようとした時点で通信が壊れてしまうため、完全に安全な通信が実現できます。さらに面白いのは、量子テレポーテーションが芸術の分野にも影響を与え始めていることです。例えば、2024年には東京の森美術館でクアンタムアート展が開催され、量子の不思議な性質をインスピレーションにした作品が展示されました。そこでは、量子もつれの状態を音と光で表現したインスタレーションや、量子コンピュータが生成した模様を使った絵画など、科学と芸術が融合した新しい表現が生まれています。また、音楽の分野では、量子乱数を使って作曲するアーティストも現れています。これは、量子の持つランダム性を利用して、人工知能では生み出せないような斬新な音楽を作り出す試みです。まさに、量子力学と芸術の融合が、新しい文化を生み出しています。このように、
量子テレポーテーションは、科学技術の発展だけでなく、私たちの世界観や文化にも大きな影響を与える可能性を秘めているんです。それは、私たちの常識を超えた量子の世界が、実は私たちの日常生活とも深く結びついているということを示しています。今日お話しした内容は、まだ研究段階のものも多く含まれています。しかし、科学技術の進歩は私たちの想像を超えるスピードで進んでいます。近い将来、量子テレポーテーションを利用した技術が、当たり前のように私たちの生活の中で使われる時代が来るかもしれません。では、具体的にどんな未来が待っているのでしょうか。例えば、量子テレポーテーションを応用した量子メモリという技術が実用化されるかもしれません。これは、量子の状態を長時間保存できる装置です。まるで、量子の状態を冷凍保存するようなものですね。実際に、2024年にはカナダのブリティッシュコロンビア大学で、室温でも量子状態を1時間以上保持できる量子メモリの開発に成功しています。これは、従来の記録である1ミリ秒をはるかに超える画期的な成果です。さらに面白い応用として、量子テレポーテーションを使った量子センシングという技術も研究されています。これは、例えば人間の体の中の微細な変化を検知したり、地震の前兆を察知したりすることができる可能性を秘めています。まるで、量子の世界の目を借りて、普通では見えないものを見ることができるようになります。医療分野での応用も期待されています。例えば、がん細胞を1個単位で検出できる超高感度センサーや、脳の活動をリアルタイムで観察できる装置の開発が進んでいます。これらは、早期診断や新しい治療法の開発に革命的な進歩をもたらすかもしれません。教育の分野でも、量子テレポーテーションは新しい可能性を開くでしょう。例えば、量子バーチャルラボという構想があります。これは、量子もつれを利用して、世界中どこにいても、まるで本物の実験室で実験しているような体験ができる技術です。そして最後に、量子テレポーテーションの研究が教えてくれる大切なことがあります。それは、私たちの世界には、まだまだ解明されていない不思議がたくさん存在するということです。そして、それらを一つ一つ解き明かしていく過程で、私たちは自然の持つ驚くべき可能性に出会うことができるのです。量子テレポーテーションの研究から、私たちは宇宙の神秘的な側面を垣間見ることができます。例えば、ブラックホールと量子もつれの関係についての研究も進んでいます。ブラックホールの情報パラドックスという謎を解く鍵として、量子テレポーテーションの原理が役立つかもしれないんです。また、宇宙の誕生の瞬間を理解する手がかりにもなるかもしれません。ビッグバンの直後、宇宙のあらゆる場所が量子的につながっていた可能性があります。これは、私たちの宇宙が、根本的なレベルで深いつながりを持っているということを示唆しています。2024年には、アメリカのカリフォルニア工科大学の研究チームが、この宇宙規模の量子もつれの痕跡を宇宙マイクロ波背景放射の中に探す新しい方法を提案しました。もしこの研究が成功すれば、宇宙の始まりの謎に迫ることができるかもしれません。量子テレポーテーションの研究は、私たちに不可能と思われていたことが、実は可能かもしれないということを教えてくれます。例えば、瞬間移動は SF の世界の話だと思われていましたが、量子の世界では、ある意味で実現しています。これは、私たちの常識や思い込みを超えて、新しい可能性を探求することの大切さを教えてくれます。科学の歴史は、不可能だと思われていたことが、実は可能だったという発見の連続だったんです。さらに興味深いことに、量子テレポーテーションの研究は、私たちの意識や自由意志についての根本的な問いにも関係しているかもしれません。なぜなら、量子の世界の不確定性や非局所性は、私たちの意識の本質と深く結びついているという仮説があるからです。例えば、私たちが決断を下す時の脳の働きには、量子効果が関係しているかもしれません。これは、私たちの自由意志が、量子の世界の不確定性と結びついているという可能性を示唆しています。このように、量子テレポーテーションの研究は、単なる技術的な進歩だけでなく、私たちの存在そのものの理解にも大きな影響を与える可能性を秘めています。それは、私たちが思っている以上に、宇宙とつながっているということかもしれません。量子テレポーテーションの研究は、私たちの日常生活にも思わぬ形で影響を与えています。例えば、植物の光合成の仕組みを研究していた科学者たちは、植物が光のエネルギーを効率よく利用するために、量子効果を利用していることを発見しました。これは、
自然界がすでに量子力学の原理を巧みに活用していることを示す素晴らしい例です。また、鳥や昆虫の当たりの能力にも、量子効果が関係しているという研究結果が出ています。彼らは地球の磁場を感知して方角を判断していますが、その仕組みには量子もつれが関与している可能性が高いんです。自然界の生き物たちは、私たちが最先端の研究で解明しようとしている現象を、何億年も前から当たり前のように利用していたのかもしれません。2024年には、オックスフォード大学の研究チームが人工光合成システムに量子テレポーテーションの原理を応用する実験に成功しました。これは植物の仕組みを真似て、より効率的な太陽光エネルギーの利用を可能にする画期的な成果です。さらに驚くべきことに、私たちの体の中でも量子効果が重要な役割を果たしている可能性があります。例えば、私たちの嗅覚にも量子トンネル効果が関係しているという理論があります。分子レベルでは、量子力学の法則が私たちの感覚にも影響を与えているかもしれません。このように考えると、量子テレポーテーションの研究は、単に未来の技術開発だけでなく、私たちの周りにすでに存在する自然の神秘を理解することにもつながっています。それは、科学の進歩が、実は自然界の知恵を再発見する過程でもあるということを教えてくれます。最近では、量子生物学という新しい研究分野も発展してきています。これは、生命現象の中に潜む量子効果を探求する分野です。例えば、DNA の突然変異にも量子トンネル効果が関係しているかもしれないという研究や、脳の中の微小管という構造体で量子的な情報処理が行われている可能性を探る研究なども進められています。このように、量子テレポーテーションの研究は、私たちに生命とは何か意識とは何かという根源的な問いについても、新しい視点を提供してくれるのです。それは、私たちの存在自体が、量子の世界と深く結びついているということかもしれません。量子テレポーテーションの研究からは、私たちの時間についての理解も変わるかもしれません。例えば、量子もつれの状態では、過去と未来という概念さえも、私たちが考えているよりもずっと複雑なものかもしれません。2024年、MIT の研究チームは、量子もつれを使って、時間が一方向にしか進まないという性質の本質に迫る実験を行いました。その結果、量子レベルでは、時間の流れが私たちが考えているよりもはるかに不思議な性質を持っている可能性が示されました。また、量子テレポーテーションの技術は、宇宙の観測にも革命をもたらす可能性があります。例えば、次世代の重力波検出機では、量子もつれを利用することで、より微細な重力波を検出できるようになるかもしれません。これは、まさに宇宙のさざ波を感じ取るようなものです。さらに興味深いことに、量子テレポーテーションの研究は、私たちの現実についての理解も変えるかもしれません。例えば、多世界解釈という理論では、量子の重ね合わせ状態は、実は異なる世界の存在を示唆しているという考え方があります。これは一見 SF のような話に聞こえますが、実は真面目な物理学の研究対象です。私たちの現実が、無数の可能性の中の一つの実現に過ぎないかもしれない、という考え方は、量子力学の研究から生まれてきたものです。最近では、この多世界解釈を実験的に検証しようという試みも始まっています。もしかしたら、量子テレポーテーションの技術を使って、異なる世界線の存在を間接的に確認できるようになるかもしれません。このように、量子テレポーテーションの研究は、私たちの現実や存在についての根本的な理解を変える可能性を秘めています。それは、私たちの宇宙がまだまだ想像もつかないような不思議に満ちているということを教えてくれます。量子テレポーテーションの研究は、私たちに重要なメッセージを伝えています。それは、常識や当たり前と思っていることが、実は私たちの限られた経験や知識に基づいているということです。量子の世界は、私たちの想像をはるかに超えた可能性に満ちています。その可能性は、科学技術の発展だけでなく、私たちの世界観や哲学にも大きな影響を与えています。例えば、離れていても繋がっているという量子もつれの性質は、私たちのつながりや関係性についての考え方を変えるかもしれません。実際に、心理学の分野では、人々の意識や感情のもつれについて研究する科学者も現れています。もしかしたら、私たちの心も、量子の世界のような不思議な性質を持っているのかもしれません。
本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。